よしきです。ももこです。はい、今回もやってまいりました。たわいのない夫婦の会話トークポッドキャスト風動画ということで、はい、ゆっくりね、ただ2人でちょっとお話をしていくという動画となります。忙しい方は後で保存するをやっといて、寝る前にでも聞いていただけたら嬉しいなと思います。はい、一応ね、字幕、日本語の字幕と英語の字幕テロップは出るようにしておきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは、慣れ初めということで。慣れ初め。はい、はい、こちらね、友達のミッチーさんからテーマいただきました。慣れ初めということで、じゃあちょっとポイント区切って話していきましょうか。はい。じゃあまずは最初に出会った時の印象からいこうか。じゃあどうする？どっちから？どっちから？じゃあお願いします。ももこから。ももこで。はい。最初に出会った時の印象。はいはいはい。うん。まずなんか説明から入れた方がいいかな。そうだね。どういう風に出会った、どこで出会ったか。わかりました。じゃあそれ私説明します。はい。僕ね、美容師をやってるんですけど、若い頃美容師って結構大変で、夜ねバイトしてたんです。スナックでスナックでバイトしていて、すごくざっくり分かりやすく言うと、そのバイトしているスナックの、一応お客さんとしてというか、ももこが来たんですね。ただちょっと複雑なんで、その辺のそのシステムというか、ただのお客さんではないんですが、一応お客さんとして来てくれたっていう感じですね。はい。でももこは、当時バリバリのもう芸者さんで、皆さん芸者さんしてらっしゃるか、あんまりこうね、詳しいって方はいないと思うんですけど、写真ちょっと出しておきます。こんな感じで、日本髪と着物を着てね、踊ったりする、ね、お酒の席について、接待をしたりとかね、舞を見せたりとか、ちょっと遊んでみたりとか、お座敷遊びっていうゲームをしてみたりする職業なんですね。あんまり詳しい人がいないと思うので今ちょっと説明を入れたんですけど、僕は美容師でスナックでバイトして、でももこは芸者として、飲みに来てたんですね、スナックに。そうです。はい。第一印象はどうでしたか？まず、そのお店に行く前に、うちのボス、要は置屋のお母さんって呼ばれる人。置屋って何？置屋、いわゆるそうですね、プロダクションの社長みたいな。そうですそうです。芸能プロダクションみたいなものがあって、そこの社長さんがお母さん。なるほど。お母さんなんだ。お母さんって呼ぶんですね。じゃあ芸者さんがアイドルみたいな。そういう感じです。それをまとめてる社長がお母さん。お母さん。なるほど。はい。お母さんがちょっともも、あそこっていうのは要は彼が働いてるスナックのことなんだけど、あそこのスナックにイケメンが入ったのよ。イケメンが、ありがとうございます。若くてね、可愛いのよって。確かに若かったけど、お母さんが言ってて、でたまたまそのちょっと食事会があって、その置屋の関係者、でその二次会で行こうと、ちょっとそこに見に行こうと誘われて、その話題の人間だった。そう話題の人だったの、当時ね。私はちゃんとこう予備知識を。予備知識。ちゃんと予習していったんですか？僕のことを。まだ20歳ぐらいで。情報をね。かわいいと。だからその心してね。心する必要あります？とね、なんかごめんなさいね、恥ずかしくなってきちゃった。とにかく楽しみに。なるほど。はい。ありがとうございます。行ったの。だから、うわ本当にイケメンじゃん。そんなにイケメンこいつ。いや当時かっこよかった。かっこよかったの。ね。そう。いやいくつだったっけ？20歳ぐらいですよ。でもだってほぼ美容師の芸歴と変わんなかったんだもん。すぐにこれ無理だと思ってバイト始めたんで、もうちょっとこっち来れます？はい。そうか。
ね、そう言ってたね、確かに。で笑顔が可愛くて、笑顔がありがとうございます、こうちゃんとねいろいろお酒を出してくれたりとか、おつまみもね、出してくれたりとかして、で向こうのカウンターのねお客さんとかにも気遣ってる姿をこう眺めながら、眺めながら、でもともと私そのお店にはそんなに頻繁には行ってなかったんだけど、まあその彼と出会ったことをきっかけに足しげく通うようになりました。肉食すぎない？結構来てる人かと思ってましたよ、僕。頻繁に通われる方かなと思ってました。その私が所属していた置屋さんの、まあ関係者というか、まあ要はなんて言ったらいいの、息子さん、マスターがね、お母さんの息子さんが経営しているスナックだったんですけど、もう一軒系列店みたいのがあって、置屋関係の、ありましたね、ありました。私はその別のお店によく行ってたんですよ。そこのマスターにすごい可愛がってもらってたので、そこばっかり行ってたの。なるほど。でその彼が、ヨシキーが働いてたお店にはほとんど行ってなかったんです、当時。そうなんだ。あ、そうじゃなかったかな、多分そうだと思う。でもそれをきっかけに、まあお客さんバンバン連れていくようになって。確かに来てました、お客さん連れていらっしゃってましたね。でお座敷が跳ねて、フリーになった時間も仕事が終わって彼がいる時間を見計らってというか、その日を狙って行ってました。ちゃんとチェック済みで。そう、土日しか出てないって聞いたので、土日のそうですね、夜だけでしたね。それを狙ってきてたんですね。狙って行ってました。割と来てるなと思ってましたそうなんですね。第一印象か。なんか素直な方だなっていう印象はありました。笑顔がそのなんかあるじゃないですか、その作った笑いとか、そのお客さん対お客さんのやり取りとかをやっぱ夜の店って見ることが多いじゃん、接待とかが多いから、でなんかちょっとみんな癖ありとか裏ありみたいな顔の方が、多く見てたので、裏なさそうな顔してるなっていう印象だった。そう、嘘つけないのよね、素直そうだなとは思ってましたね。それ以外は特に何も思ってなかったんや。でもなんかその素直そうっていうのは僕には結構衝撃で、素直に生きてなかったので、あまりそのなんかよく考えてなかったですね。その素直に出していいと思ってなかったから、自分を隠して生きてたわけね。隠してというか律してというか、そうかそうか、なんかそういうイメージですよ、今思えばただのビビリだったんだけどそんな笑っていいんだっけみたいな。いいんだよねなんかそのぐらいちょっとひねてたんですよ、僕が。だからすごく素直そうだなっていう、あと物を美味しそうに食べるなと思いましたよく言われた。当時いろんな人から美味しそうに食べるねって言われてました。こんなうまそうに食うやついるんだと思いながら見てましたね。そうだったんだね。なんか改めて聞くと恥ずかしいよね確かに僕も今すごく褒められてびっくりしてます。イケメンって20年ぐらい聞いてねえなと思って今。そうでしたね、20年ぐらい聞いてないな当時も別にイケメンとは言わないじゃないですか。だって恥ずかしいからね。そうだよね、普通言わないもんね。意識し始めたのはどっちかっていうちょっとテーマも入れていこうかなと思う。いやもう完全にこれは私だと思うな。そうだね。私が沼ってって僕何もしてないですそうだよね何もしてない。勝手にもう推し活だよね。推し活。そうでもなんかいやらしい感じとか全然なくて、友達できたみたいな。そういやだって同年代の人があまりにも少なかったの。確かに夜の世界だもんね。そうだからしかもちょっと芸者さんってさ
そのめっちゃ若い子がいるというよりは年配の方が多いじゃないですか。そうですね、落ち着いた、年齢の腐女子が働いているのでいらっしゃいますもんね、あんたね本当にだから同い年の芸者さんもいたにはいたんだけど、置屋さんが違うとあんまり交流がなかったりするんですよね。なるほど。で同じ置屋で働いてた一番仲いい子も私より年上だったんですよ。そうなんだ、確かに当時あんまりいなかった、ちょろちょろいたけど、あんまりいなかったもんね。そうなんですよ、だからなんかこう同じ降ってんじゃないけど、なんていうの、でもなんかこう感覚が同年代というか、そう同じ笑い、そうだねそうだね、空気感とか、ちょっと陰キャなんですよ2人とも。なんかそこもちょっと漫画好きとかアニメ好きとかいう人もいなかったもんね。いなかったみんなパリピでウェイって感じだったので周りがね、確かに飲み来てるしね。そうで仕事上ねやっぱそういう方が多いっていうのもあって、で僕もなんか同年代の知り合いとか、逆に言うと後輩とかもやっぱいなかったんですよ。そうか。20代前半だったし、まだまだ駆け出しだったから、当然上の方が多いに決まってるんだけど、そもそもなんか同級生とかもほら日曜日休みとかじゃないから、平日休みなんであんまりもう付き合いもなくなって、私もそう平日のお休みだったから、土日がね書き入れ時じゃない？確かにサービス業だから。確かに、気にかけ始めてからはなんかどんどん共通点が、その好きな音楽とかも似てたりとか、同じ時期過ごしてるんで、なんかグレイすごい好きなんですよね。そうなんです。私グレイが大好きで、僕 TM レボリューションがめちゃくちゃ好きで。私もそう、ね、そうだからそういう話とか、そのビジュアル系のね話とか、アニメの話とかができる人がいなかったんで、ちょっとずつ仲良くなっていった感じだよね。飲みに行く友達もいなかったんでこいつね、仕事ではねあなたもいたかもしれないですけど、そうですね。友達で言うとなんかあんまり気使わない友達はいなかったです。やっぱり仕事仲間とか先輩とかと飲みに行くことはありましたけど、本当にその友達と飲みに行くことってほとんどなくて、だから貴重な同年代のお友達だと思って。そうだよね、僕もそう思ってましたね。しばらくはねだからそういう感じでお付き合いしてたよね。そうだから普通に友達として、若い時ってなんか全然一緒に朝まで飲むじゃないですか。遊ぼうねみたいな、で終わってから遊び行くぞみたいな感じで、僕もなんかその平日は普通に夜は暇してたんでバイトしてないからね、仕事終わってから遊び行ったりとか、仕事なかったらねそれはそれで夕方からカラオケ行ったりとかしてましたね。したことあったよね。ある。会ったばっかりからなんか仲良くなるまで結構あった。そう、半年近くはあったかもしれない。もっとあったでしょ。いや2年ぐらいあったでしょ。そんなあった？だってさ、ちょっと今思い出してください。2人でなんかデートらしいデートをしたのが誕生日、あなたの誕生日で沼津港のお寿司屋さんに食べ行った魚菓子行ったあれでも21か2の誕生日。そう、21ぐらいだよねの誕生日。まだ付き合ってないわ。全然だから付き合ってないですよ。結構長くなんかそんなたまにご飯食べ、それこそなんか勇気を出して多分誕生日誘ってくれたんだと思うんだけど、別にその後なんか仲良くなったとかまだ先の話だったから、お寿司を餌にデートにこぎつけたっていう私誕生日何が食べたいって言うからなんか若い時ってあんまり頭が良くないから、寿司か焼肉ぐらいしか普段行かない、寿司か焼肉かなみたいなそしたらなんか寿司食い行こうっつって、沼津駅のね駅からバスかなんかでタクシーでした、タクシーで行きました、忘れませんよ、白子の天ぷら食ったのね。覚えてるよ。昼飲みしちゃって。昼飲みしました。楽しかったな。忘れないですよ、シャリでかいの。そう結構しっかりめのメニューで、
で割と食いしん坊だし若かったんで、もう食べよう食べたいのも食べようっつったらもうなんかおにぎりみたいなお寿司が結構な量出てきて、でしかも田舎だからね。そう、しかもなんか白子の天ぷらも結構でかくて腹パンパンになって、そうコスパ良かったよね。コスパいいといえばコスパいい、家族とかで行くのはいいかもしれない。そうですね、ちょっときついかな今は。いや懐かしいな。懐かしいね、確かにね。付き合い始めたのってじゃあ結構経ってからか。そうだから今のはどっちかというと付き合う前のエピソードだね。明確に付き合ったというか一緒に始めたのってどのぐらいだっけ。徐々にね、仲良くなっていった気がするからあんまり覚えてないんだけど、なんだったっけ、なんかきっかけはなかったんじゃない、なんか少しずつ本当に遊び行って、まあ他に別になんかいないしみたいな感じだった気がしますね。そう、いや実を言うと私その当時ちょっとうまくいってなかったんだけど彼氏がいたのね。そうだ、お互い相手がいたから、そうだ、だから 2,3 年ちょっと本当に友達みたいな感じで、たまに店で会ってたまに飲み行くぐらいの、そうだ、だからだ。でお互いなんかなしになったんですよね。そう別れちゃったの。そうだ、その時だ、きっかけといえばそれか。確かに。でもなんか付き合うっていうと、これがまたあれなんですよ。芸者さんが付き合ってる人がいるとまずいですよね。いいんだけどまずいんですよ。トラブルというか、ちょっといろいろ言われるというか。いやでも恋愛は推奨されている。自由にね推奨はされてるんだよね。自由恋愛で、でやっぱり恋愛を知らないと、その芸者さんとしての魅力とかも出てこないし、そうだね。だから恋愛自体は禁止はされてなかったの。禁止はされてない。ただ周りがやいのそうですね言うのよ、やっぱり。結構言われたよね。そうなんか隠してたわけじゃないんだけど、その結構明確な付き合ってるとかいうのがなかったから。そうだね。仲良くしてる時点でも言われてたんだよ。そう2人で付き合ってる感じじゃないのに、なんか2人で飲み行ったりすると噂になるから、あんたたちいい加減にしなさいよみたいな、何かみたいななんで怒られてるんですか、友達だけどみたいなね。そのちょっと思うことはあったかもしれないけどね、お互いね、でもそれは友達として、普通に一緒にいるだけなのにうるせえなみたいな。そうですね。結構あったよね。含まれてるな、だからね、あんまり言えないんですけど。全てはねちょっと話せないんだけどいろいろあった。いろいろあったね。でも言う方の気持ちも分かるというか。分かる？いや、なんか言っとかないと、一応商品じゃないですか。一応商品扱いされてるから、女性としてね。そうですね。そういう風に売ってないんですよ。芸者さんとしてどちらかというと芸を売ってる方。そうです。今もそうだけど、舞とか、そういう自分のこう突き詰めた芸を披露してる芸者さんだったんで、だからね、そういう感じじゃなかったんだけど、言う人はいるよねっていう。イメージの問題で。そうだね。やっぱりアイドルとかもそうじゃないですか。そうだね。喫煙してたら叩かれる、飲酒しても叩かれる、確かにね。その点いいですね。タバコ吸いまくっても酒飲みすぎても怒られないですもんね。もちろん成人してましたので、アイドルと違ってね。アイドルと違ってね。立場がちょっと違うけれど、似たような感じで恋愛はちょっとこうよろしくないみたいな風潮はあったはあった。こっそりやれみたいな。私思うに、なんかあるんですか？それって、周りの人が見たくないっていう話じゃないですか。確かに。なんか損をするんですか？私たちが付き合う。私たちが仲いいとなんかあなたたちが損するんですかっていうご主張ですね。
って思ってました。なるほど。まあそう思うパターンもあるよね。確かに確かに。例えば俺らがさ、親目線で言うとさ、ちょっとイチャイチャあんまこの辺ですんなよみたいな。だからそういう感じなのかなと。まあね。損はしないけど、ちょっと恥ずかしいからやめてみたいな。はい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 。娘が言ってたらちょっとあんまり目立つようにやらないでくれるっていう。それは理解する。大人になってというか親になって今想像したら、そういうのはあるかもしれないね。はいはいはい。オタクの差みたいなのになっちゃうと恥ずかしいから。確かにね、誰も損しないですけどね。外でねチュッチュしたりさ、手つないだりしてたわけじゃないから確かに普通に並んで歩いてただけ。普通に飲んだりね、ご飯食べ行ったり確かにしてただけじゃない。こんなんなってたわけじゃない。全然そんなことしない。そんなことしないね。確かにそれはね。だから言われてみれば、なんでっていう感じだったの。確かに確かにそうだね。手もつないで歩いてたわけじゃないもんね。別に一緒にご飯食べ行こうみたいな。そうだね。でも多分目がハートだったんじゃない？そうだったのかな。お互いこんなになっちゃってさ。そうか。こんなになっちゃってた、見えたんじゃない？でもほら時々お互いの共通の友人とかとね、何人かで遊ぶこともあったし、何もやましいことはなかったのよ。そうですね。そうだ。やましいことはなかったというか、なんか付き合ってもいないんだけど、結構言われてた時期に彼女の仕事っぷりがなんか僕は気に食わなくて。ちょっと待って、どういうこと？なんかもっと真面目にやってほしいなと思ってたんですよ。もうなんか酔っ払っちゃって眠くなっちゃうんだよね、接客中に。そんなことあっていいわけないと思ってたから。いやちょっとニッチなニーズに応えていたんです。ニッチなニーズに応えてたのと私は思ってるけど、接客もせずになんかこんなに船こいじゃってて船こぐのはまずい。それはね、反省している。それね面白かったですね。もう見ててお客さんはなんかこうやって飲んでなんか他の人喋ったりするんですけど、こうやってでもね分かるんですよ。必死にめまいとしてるのはめちゃくちゃ伝わるんだけど、それが気持ち悪いんですよ。可愛くさこうやってさすやーってね、すいません、ちょっと疲れちゃってとかやればいいのに頑張っちゃってるんで。ごめんね、今顔がキモいって言って本当申し訳ないんだけど白目なんだもん。そう全然キモいとは思ってなかったんだけど、なんかおわみたいなねえ。私自分ではさそんな顔になってるって思ってないじゃない。どういう感じだったんですか？いや可愛くすやって寝てるつもり。嘘だろ。マジですか？こうなってましたよ。本当ごめん。いやなんかこうおなじみさんっていうの、よく呼んでくださるお客様たちとかだと思う。ファンがいっぱいいましたからね。完全に油断してお酒も飲みすぎるし、眠くもなっちゃうし、本当ね接客業失格っていう感じ。今思うとね、でもそんなの自由じゃないですか。お客さんがいいって言えば本来いいわけだから。ただその時僕は許せなかったです。本当ごめんって。心が小さい知見も狭いし、こんなことがあっていいわけない、あいつはダメだみたいな感じだったんですけど、僕がまだまだお子ちゃまだったっていうね。いやお客様も苦笑いよね。まだ余裕のある時代でしたね。寛容な皆様、お客様。寛容でそんなねだらしない顔見せちゃってって、俺の前で安心しちゃったのかなとかってポジティブ許してくれて、本当に感謝しています。当時のお客様には。ありがとうございました。面白いですね。反省しております。反省している。反省しているんですか？もうやめちゃったけどね。まあね、お座敷は今出てないですけどね、芸は未だにね披露させていただいてね、頑張ってますからね。もう寝ることはないでしょう。寝ないです多分。でもこの間 YouTube 一緒に撮りましょうって来た方と前日の朝までね5時まで飲んで、次の日鬼のような二日酔いだったんですよね。でも頑張って動画撮りました。頑張って撮った。もう梅雨ほども
見せなかったよ。強い報道も確かにその動画概要欄にリンク貼っておきますんで、ぜひこの人これ本当に二日酔いだったのっていうリンクを貼っておきますので、ぜひ余裕がある方ご覧ください。5分ぐらいの確か動画だったと思うんで、そんな長くないからおしろいの匂いが、おしろいって白塗りのお化粧の匂いって結構きついんですよ、もうそれが気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪いってずっと言ってた。そう行きの家からその会場に行くまでの車の中で酔ってしまって、もうおしろい酔いっていうの、もうダメ、窓開けてみたいな、窓開けても自分から匂ってくるから、そうだね、もうどうにもならなくて、自分ここから匂ってますからね。ずっと鼻孔に来てますからね、香りが。そう辛かったけど。辛かった、でもねすごかったですね。さすがにつゆとも見せず動画上ではカメラが回った瞬間に、すごいね。でもさ、お仕事の時も二日酔いの時とかって結構あったでしょ。だってでもあれほどじゃない。でもそう私その昼間の舞台に出てる時があったんですね。だからその昼間の舞台がある時は朝早くから準備をしなきゃいけないので、そうだよね、支度結構時間かかるもんね。二日酔いの影響がありましたね。その舞台の時は。夜の座敷の時にはもう大体復活していましたから。そうか、抜けるからね。そうなるほどなるほど。なんかほら朝お風呂入ったりご飯食べたりしてる間に良くなるんですよ大体。なるほどなるほど。だけどその昼間の舞台の時だけは辛かったと思う。でもやっぱりね、舞台でライト浴びると、切り替わっちゃうんですよね。そっか、そうだよね。なんか撮られ慣れてるというか、なんか光慣れしてるなと思った。そうですね。僕が YouTube 始めたりカメラマン始めてから結構照明ガンガン当てることがあって、みんななんか慣れてないから、なんかこうなっちゃうんだけど、もうなんか全然こんなになっちゃってさかっこよみたいな。結構ギャップがあるんですよ。やっぱ普段の生活と、芸者スタイルのその時の桃子さんの違いが結構あるから、で新しくまたこの仕事始めたじゃないですか、芸者の仕事を。その時にうわかっこよみたいな、これを伝えていかなきゃいかんだろうみたいな、なんかもうそのぐらい素敵に見える。嬉しいから頑張っていただきたいなと思っています、頑張ります。大事な日本の文化ですから。ありがとうございます。で、馴れ初めのなんか付き合いたての頃の思い出とかありますか？一個ある。ファミレスにあれ付き合ってないか。まだじゃない。付き合ってなかったか。でもなんか分かんないから、確かに付き合い盛り上がってるぐらいだ。そうだよね。夜飲みに行ってでその締めでね、ファミレスに2人で行ったんですよ。そうだね。朝までやってるのはね、デニーズしかない。デニーズ、そう懐かしい。今はなきね。今はなき。で他の人がいなかったです、デニーズ。そう、お客さんいなかったんだ。他にお客さんがその時間ファミレスは空いてるんですよ。でも他の飲み屋とかに行くと知ってる人たちがいたりするから、そういう意味ね。好んでファミレスに来たんだよね。そう知り合いに遭遇しないので。あとお腹が空くっていう。ハンバーグが大好きでね。ハンバーグとポテトね。包み焼きハンバーグを食べてました、デニーズの。そうでついてハンバーグ食べるなり、私の横に来てですね。普通さ、ファミレス行ったらこう正面に座るじゃない。確かに。お互いにこう、ところが隣にスーッと来てやべいきなり、膝枕を恥ずかしいさせられて、恥ずかしい。おいどうしたと思ってわーと思って、で、目にゴミが入っちゃったから目薬をさしてほしいって言われて、でどうぞって自分でさしてって言ったら、自分でさせないって言うのよ。やった。成人男性がさ自分で目薬させないなんてことある？
って思ったけど、私もほらちょっとこうバカになっちゃってちょっとお熱が回ってる時期だったんですね。回ってる時期だったし、もういい感じに早朝あれ深夜そうだね、もうファミレス行ってる時点でもう夜は明けてるから。そうそう、もう結構いい感じに酔っ払ってたので、まあいっかって言って目薬をさしてあげたっていう、ありましたね。目薬させますでそう何年か経ってからその話をしたの。そういえばさってあなた自分で目薬させないじゃないって、なんか結膜炎かなんかになっちゃったのよ。そうだ。それで目薬どうやって私がさすわけ？あんたさせないでしょって言ったらさせるよってそこで初めて騙されてたってことに気がついて、ありえないでしょ。すいません。でもさすごいよね、何年も経ってから気づくなんて。恥ずかしくて言えなかったどういうこと実はさせるとは言いづらくてそりゃそうだね、いや俺もだいぶ頭きてたんですねあの時だいぶお花畑が広がっちゃってて、なんとしても膝枕をしてほしいな酔った勢いで朝だしもういいだろうと、誰もいないしね。そう全然誰もいないし、席もね、長椅子のさソファーの席だったから、そうだね、いいかなと思って。いや驚いたよあの時はすいませんいや面白いね、そんなんありましたね、でもねまあなんとなく慣れ初めから今いろいろね、いろんな思い出意外とあったね。思い出すとねいろいろありました。意外とあったね、普段なんかこういう話もしないから面白いね。面白い。なんか普段やっぱ子供がいるし仕事をしてるからあんまりそういう昔の話とか、こんなんだったよねとかいう会話ないんで、すごい新鮮な感じでしたね。テーマをくださったミッチーさんありがとうございました。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんもしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またトークテーマも募集しておりますので、よかったらコメント欄にコメントください。それではありがとうございました。ありがとうございました。